あなたは愛する人に裏切られたことはありますか？とあるマンションの一室。ここで一心不乱に荷物をカバンに詰め込む男がいました。その手には手袋がつけられ、足は袋のようなもので覆われています。男はそばにあったスマホを手に取ると、ある場所へ放り込みます。それは電子レンジ。スタートボタンを押し、溶けていくスマホを確認した男。彼は薄茶色のジャンパーを羽織ると、急いだ様子で部屋を後にしました。出かける前のルーティーンとしてはあまりに奇妙な男の行動。それもそのはず。なぜなら、この部屋やスマホは彼のものではなかったんです。では一体その持ち主はどこに行ったのか。この部屋とスマホの持ち主はこの時すでに浴槽に沈んでいたんです。謎の男がマンションの一室で取った奇怪な行動。なぜ男は手袋をつけ、スマホを電子レンジで溶かしたのか。そこには女性を食い物にするクズ男の凶行があったんです。おそうす、バッシュの痛み落ち着いてきたよ、ケンちゃんです。裏切られたら地獄まで追いかけちゃうぞ。やみやみポンってそう。本日ご紹介するのはですね、自分を愛してくれた女性を裏切り、なんとその上殺害まで犯したクズすぎる男の話なんです。ここまで聞いただけでマジで胸くそよこれ、恋愛はいろいろあるんですけど、冒頭で話した通りね、男がね部屋をね出て行った後、何があったのか、まずはねこの事件に至った経緯から見ていきましょう。溶けたスマホの真実。遡ることを6年ほど前の2015年1月24日、大阪府警東住吉署、ここに1本の通報が入ります。その内容は出勤してくるはずの職員の女性がまだ来ないというもの。女性の名前は白田ひかるさん23歳。彼女は大学卒業後、ソーシャルワーカーとしてがん治療の拠点病院で働いていました。勤勉な性格で、いつも始業時間の45分前には出勤していたひかるさん。しかし、この日はなぜか連絡もなく姿を見せなかったんです。通報を受けた警察は、職場のスタッフからの通報に応じ、ひかるさんの自宅を訪問。玄関は施錠されていました。鍵を開けて室内に入ると、人影などはなく静寂に包まれていました。果たしてひかるさんはどこに消えてしまったのか。さらに室内を調べていき、たどり着いたのは浴室。扉を開けると警察官は衝撃の光景を目にします。なんと浴槽に遺体となったひかるさんが浮かんでいたんです。その状況はあまりに不自然。ひかるさんはコート姿で靴下を履き、小さな浴槽にうつ伏せ状態で浮かんでいたんです。いや怖っ。まるでこれから外出するようないでたち。そしてその首にはうっすら絞められたような跡があるんです。朝着替えた後に誰かに殺されたってこと？そうなんですよね。現場の状況を鑑みると、そういうことなんですけど、もうちょっとねおかしなね違和感、そして痕跡を見つけるんです。現場の状況からすぐさま警察は殺人事件として捜査を開始。犯人の手がかりを見つけるべく室内を本格的に調べ始めます。しかし不審な指紋や足跡などは一切見つかりません。ただ部屋の中にどう見ても不自然な痕跡が一つありました。それがひかるさんのスマートフォン。これだけなら部屋にあっても何の不自然さもないんですが、問題なのは発見された場所。なんとそれは電子レンジの中で見つかったんです。加熱されたのか、そのスマホは一部が溶けていました。警察はスマホの中の情報を見ようと試みるんですが、残念ながら壊れてしまったスマホからデータを見ることはできません。電子レンジで加熱したのはさ、証拠隠滅のためってことよね。指紋も足跡もないってかなり準備してないかもしれない。そうっすよね、結構用意周到だと思うんですけど、さらにね警察がね捜査を進めていくと、ある意外な人物が浮かび上がってきたんです。警察はまずひかるさんの交友関係を調べていきました。捜査を進めていくと、ひかるさんの交際相手としてある人物の名前が挙がるんです。その人物とは水内隆27歳。彼はなんと大阪府警阿倍野署に所属する警察官でした。念のため警察は水内に確認を取るんですが、彼は知らないと関与を否定。しかし現場となったマンションの防犯カメラの映像に水内に似ている男が映っていたんです。捜査が進んでいくにつれて警察内部では不穏な空気が漂います。まさか水内が、いやそんなはずはない。しかし防犯カメラの映像の時間帯に水内はどこかに外出していたことが判明。これでは警察も水内を疑わざるを得なくなり、水内を重要参考人として取り調べました。すると彼は、私がやりました、ベルトで首を絞めて殺しましたと自白したんです。なかなかね用意周到なね証拠隠滅方法もね、犯人が警察官だとすると納得いきますよね。警察官が殺人するってもうありえない、本当にやっちゃいけないことよね。そういう職種の人がさらにそういうことをやるっていうね、めちゃくちゃ信用失うよ、やっぱアルファベットに出てくる警察は
それにしてもさ、女性は交際相手ってことだったんだけどさ、トラブったってこと？まあね、ちょっとそれをね、実際そんなことがあったのか、ちょっとね、早速ね、見ていきましょう。悲運の出会い。事件から2年前の春、場所は大阪から遠く離れた宮城県仙台市内で開催されていたマチコンに一人の女性の姿がありました。当時大学4年生のヒカルさんです。彼女は山形県の山あいにある集落で生まれ育ったんですが、社会福祉を学ぶため仙台の大学に進学していました。この年はヒカルさんにとって大学生活最後の年。彼女は素敵な出会いを求めマチコンに参加していたんです。そして一人の男性から声をかけられます。学生さん。その男こそ後にヒカルさんを無残にも殺害する水内隆。学生さんって偉そうやなこいつ。彼はヒカルさんに自分は宮城県警に出向中の警察官だと名乗ります。東日本大震災から2年余り、水内は震災復興という使命のもと大阪から仙台へとやってきたんです。身長183センチ、体重89キロ、剣道で鍛え抜かれた体はまさに警察官として自信と誇りを感じさせるものでした。高身長でソフトマッチョ、イケメン、めちゃくちゃハイスペックじゃん。胸クソだからなんかちょっと褒めんのも自分が気持ち悪いけど。気持ち悪いっす。はい。モテる要素の詰め合わせのような水内は恋愛もガツガツいくまさに肉食系男子。純粋なヒカルさんにロックオンした水内は彼女とすぐさま LINE を交換。居酒屋で誘われた二次会でもヒカルさんを口説いたりボディタッチを繰り返していたんです。当初ヒカルさんはそんなチャラい水内の行動に抵抗感がありました。しかしその数週間後、ヒカルさんは友人にこんなことを打ち明けます。最初はグイグイ来て苦手なタイプと思ったけど何日か遊んで悪い人ではないと分かったの。なんとヒカルさんは声を弾ませながら水内と交際を始めたことを打ち明けたんです。彼女はさらにこう付け加えます。初めて自分から好きになったのと。やっぱモテるやつってさ、女性の喜ぶことめちゃくちゃ知ってるからさ、気づいたら好きになってんの。大体そういうやつって浮気すんのよ。知りすぎてたらダメだよ。こなれてんのよ。その分だけね、バカス踏んでんのそいつらってことはやっぱりいろんな女手出しちゃうのよ。ヒカルさんとね、水内は交際をね、始めたんですが、幸せな日々は半年と持たなかったんです。ほら、秋頃から水内はヒカルさんの連絡をたびたび無視するようになりました。デートのキャンセルは当たり前。耐えかねたヒカルさんはそのことを友人に相談します。彼がスノーボードばっかり言ってるの、私に興味なくなったのかな。もう別れろそれも。冬になり12月、ヒカルさんの誕生日が近づいても水内から連絡が来ることはありません。プレゼントはおろか顔を見せることすらしてくれなかったんです。大好きな水内の冷たい態度にヒカルさんは深く傷つき悩んでいました。連絡来ないとこも疑心暗鬼よ。まあでもね、ヒカルさんはね、まあそんな悩みを抱えながらもね、自らの目標のためにね、努力を続けていたんです。ヒカルさんの夢、それは社会福祉士になること。実はヒカルさんは大学2年生の時、最愛の母を癌で亡くしています。癌と戦う母を間近で見守っていた彼女は、将来は終末期の癌患者さんの心に寄り添う仕事がしたいと強く思うようになっていました。そんな努力の甲斐もあって、彼女は無事社会福祉士の資格を取得。大学卒業とともに癌治療に力を入れる大阪の病院への就職を果たすんです。しかしここで運命のいたずらが。時を同じくして水内も出向を終え大阪に戻ることになるんです。くしくもヒカルさんと水内は微妙な交際関係のまま共に大阪に引っ越すことになるんです。ヒカルさんすごいわよ。そうやってちゃんと勉強してさ、目標立てて自立してさ、まあでも一緒に大阪行っちゃうかって。まあこの後もね、水内とね、ヒカルさんはですね、舞台をね、大阪に移して、まあね、ダラダラした関係を続けちゃうんすよ。衝撃の Facebook。水内のヒカルさんに対する態度は大阪に移っても相変わらず冷たいまま。両親と住んでいるという理由で自宅の住所すらヒカルさんに教えることはありませんでした。いや怪しいな。しかし時折水内はヒカルさんのマンションにやってきたり、わざわざ後輩の警察官を彼女に紹介することもありました。会えない時間は辛いけど会っている時はやっぱり幸せを感じる瞬間もあったんですが、 2,3 日返事のないメールを見ると自分は何なんだろうと思ってしまうんです。みんなちゃんと返せよ。こうして水内に振り回される日々に疲れ切ってしまったヒカルさんはとうとう別れ話を切り出す決心をします。ところが話し合いの中で水内が放った言葉にヒカルさんは別れを諦めてしまうんです。別れない。お前は俺のことが好きやからどうせ別れられへんやろ。彼が自分の本当の気持ちを言い当てているような気がして、ヒカルさんの目からは涙が溢れてしまうんです。ヒカルさんはですね、合計3回ほど水内に別れ話を切り出したんですが、水内にうまく言いくるめられてね、結局ね、別れることができなかったんです。ちょっと期待持っちゃうのよね。なんか楽しい時期があっただけにさ、なんかまたああいう楽しいことあるんじゃないかとか、水内が本当にもっと私のこと好きになってくるんじゃないかとかさ、期待しちゃうじゃない。なるほどね、ヤミコさん。それね、コンコルド効果って言うんです。
コンコルド効果とは、これまで費やしたお金や時間がもったいなくてやめられなくなってしまうことなんです。コンコルド効果の由来は、イギリスとフランスが共同開発した超音速旅客機コンコルド。開発当初は近未来的な性能や造形から人気を呼び、世界中から注文が相次いだんですが、その高すぎる開発コストに採算が取れないことが判明。しかし、今までの投資がもったいないと開発を続けた結果、莫大な損失を出し、会社が倒産してしまったという話から来ている言葉なんです。バカ。コンコルド効果で最も具体的な例はパチンコなどのギャンブル。例えばパチンコに行って5000円を投資し、全く当たらずに損をしても、あと少しで当たるかもしれない。ここでやめたら投資した5000円が無駄になると考え、さらに投資を続けてしまうというものなんです。バカ。確かにたくさんさ、お金と時間かけたらなんか引くに引けなくなってくるんだよね。コンコルド効果はビジネスやギャンブル、そして恋愛など様々な場面で現れます。ただ、意外なことにこの心理状態になるのは大人だけなんです。ダメだったらすぐに諦められる子供と違い、大人はいろいろな損得を計算するようになるんです。解決方法は勇気を持ってスパッと損切りをする。この1点だけなんです。これが簡単なようで一番難しいのよ。ヒカルさんみたいにね、コンコルド効果によってね、水内との関係をね、断ち切れなくてずるずる続いちゃうっていうのがね、後にね、悲しい結末に繋がってしまうんです。12月、2人が出会って2回目のヒカルさんの誕生月がやってきました。しかし、この年もヒカルさんは水内と一緒に過ごすことはできません。年が明けた2015年1月12日、ヒカルさんは偶然見ていた Facebook で衝撃の事実を知ることになるんです。この時、ヒカルさんが見ていたのは水内の知人のアカウント。そこにアップされていたのは、なんと水内が他の女性と写る写真。水内は清掃を身にまとい、横に立つ女性は美しいドレスを身につけていました。そう、これは水内の結婚式の写真だったんです。なんと水内はヒカルさんと出会う前から写真の女性と交際。宮城での出向を終えて大阪に戻った夏には結婚していたんです。こいつマジで許せないよね。なんとですね、水内はですね、ヒカルさん以外にも浮気相手が6人いたんですよ。彼は一体ね、どういうつもりでヒカルさんと交際していたのでしょうか。忘れていた女。結婚式の日、水内は幹事を務めていました。後輩警察官 A にこう釘を刺しました。この結婚式の写真、絶対に Facebook に上げるなよ。同僚になぜ写真を上げてはいけないのか理由を尋ねられると、水内はこう明かします。まだ切れていない女がいる。さらに水内は続けます。そいつは仙台の街コンで出会った女で、気が向いた時に連絡を取る程度。そういえば大阪に引っ越してきてから終電を逃した時、帰るのが面倒になって、あの女の家に向かったことがあったっけ。なんと水内にとってヒカルさんの存在はその程度のものだったんです。そして水内はヒカルさんに愛されている自信がありました。あの子は自分に惚れていると。キモ。黙っていればこのまま関係を続けられるだろう。水内はそう計算し、自身の結婚について仲間に箝口令を敷いたんです。最低って言葉じゃ足りないぐらいマジでクソ男ね。そうっすね。ヒカルさんとさ、奥さんもかわいそすぎるわよ、どっちとも。しかしですね、悪いことをしたらね、帰ってくる。天網開会層にして漏らさず。そしてね、因果応報なんですよ、皆さん。出席者の一人が Facebook で上げちゃうんです。ある日、水内の元に後輩の A から LINE が来ます。内容は、ヒカルさんが水内の結婚に気づいたかもしれないということ。そろそろやめないと火吹くで。この後輩 A からのメッセージを見た水内は公開します。大噴火やな。水内はこの件を特に気にすることなく、新しくできた浮気相手の彼女との交際を楽しむのでした。そして、ヒカルさんはとある書き込みを Facebook に載せます。それは、社会的制裁を受けてもらう。高い倫理観が求められる警察官は、私生活にも一定の規則が設けられるんです。もちろん不倫などの不貞行為はご法度。一般のサラリーマンとは違い、処分の対象になります。ヒカルさんは水内が行った不倫の事実を世間に明るみにしようとしたんです。ヒカルさんの告発準備に気づいた水内は、全てをばらされては大変なことになると考え、ようやくヒカルさんに連絡を取りました。しかし、全てを悟ったヒカルさんから返事が来るわけもありません。困った水内は後輩 A と LINE でこんなやり取りをしています。やばめやろ。かなりな。このことは妻にも内緒な。やめたら笑い話にして言うわけないやろ。失敗したな。てか存在忘れてたわ。水内の中でのヒカルさんはその存在すら忘れてしまうような浮気相手の一人。そんな女がここに来て自分の人生をめちゃくちゃにしようとしている。水内はあることを決心し、翌朝彼女のマンションに向かうんです。家をね、訪れた水内に対しヒカルさんはですね、制裁を受けてもらうと毅然とした態度で接したんです。ですが、そんなヒカルさんに逆上した水内はですね、自分のベルトを使ってヒカルさんを殺害するんです。
光さんの遺体を浴槽に沈めると、水内はカバンからあるものを取り出しました。それは鑑識用の足カバーと手袋。これは警察が事件の捜査を行う際、現場に指紋や足跡がつかないようにするためのもの。警察官である水内はこれらを簡単に持ち出せる環境にいました。手袋と足カバーをつけた水内は光さんの部屋に残っていた自分の私物をカバンにしまいます。そして自分と光さんが連絡を取っていたことがバレないよう、スマホを電子レンジで完全に破壊した後、逃亡を図ったんです。水内はこの後何食わぬ顔で警察署に出勤し、剣道の稽古をした後、うん同僚とランチしてたんですよ、余裕こいて。ですがね、うんやっぱりねバレるんですよ、うん結局ね他の証拠が見つかり、うん水内は自ら自白をするんです。なぜ白田さんに交際を申し込んだのか。性行為をしやすいからか。被告人質問で検察官にそう問われると、水内はそうですねとあっさりと答えました。もうクソ野郎だな本当に。裁判の中で次々と明らかになる冷酷すぎる事実。その内容に最もショックを受けていたのは光さんの家族でした。父親のひろゆきさんは、彼は光のことを性欲のはけ口と考えていた。邪魔になるとおもちゃを捨てるようにして殺したんだと涙をこらえて述べ、姉のみゆきさんは、光は都合のいいどうでもいい女だったのかと号泣。裁判員もその様子を見て涙を流していたといいます。水内は懲役18年を言い渡され、現在も服役中。自分の性欲のために簡単に人を殺せる、こんな人間がなぜ警察官になろうと思ったのか、全く僕には理解できません。